いけブシュブシュドーンブシュブシュドーンドーンドーンサイレンストライカーでもダメなのか。抵抗するな。おとなしくしろ。さあ、その鎖を外して金庫を開けるんだ。断る。開けろ。断る。ヒルトップ管理官。みんな、責任は私が取る。ドグラニを倒せ。しかし、さーてどうする？正義のおまわりさんよ。あんたはそっちにいてよ。こんな怪盗じゃなくて、もっとたくさんの人を助けなよ。先輩！先輩！俺たちはこれしかないから怪盗やってんだ。常連さんだから親しみ込めて、ケイちゃん。ちゃんと守ってくれるんでしょ？先輩。今だから私、咲夜さんのいいとこ知れたんです。大丈夫だよ。三人で生きて帰れよ。あなたたちも。俺たちの願いは一つさ。俺がもっと頼れる警察官だったら、苦しんでる君たちを救えたかもしれないのに。警察官に頼らない奴が怪盗になるんだよ。世界の平和を頼んだぜ、おまわりさん。アデュー。出せ！さもなくば殺せ！この老いさらばえた体で、無力に生き延びるくらいなら、死んだ方がマシだ！ギャングラー犯罪もだいぶ減りましたね。ログラニを特別拘禁室にぶち込んだからな。組織としては終わってるだろう。
ああ。だが、完全に撲滅するまでは油断できん。緊急通報！ギャングラーの残党が現れました！噂をすればか。慶一郎。はい。行くぞ。ああ、はい。ゲーハハハハ。動くな！国際警察だ！出たな、警察。まずは一発。プシュー。食らっちまえ！ドーン！はっ！ドーン！あいつはコレクションを持っている。そう！あ？ギャングラーが持ってる最後のコレクション。だから俺たちがいただかないと。カイリ君、トーマ君、海香ちゃん。お久しぶりでーす。本物か？どうやって出てきたんだ？プシュへへ。俺様が開けてやったのさ。ジャックポットストライカー。そうか。俺様の秘技！お前の精神操作の能力で。へへへ。プシュ、プシュ。へへ、よっと俺様に任せろ。ブオー。プシュ。なんだ。体が勝手に。プシュ、パカ。プシュ。ああ。プシュ。やった！ついに外に出られたよ！ジャック、ありがちゅう？おう。でも、行方不明だったお前を、誰が宝物庫へ連れて行ったんだ？実はな、3人の怪盗に捕まったんだ。え？うん。へへ。あ。兄ちゃん。ごめん。これで、勝利君たちはお役御免です。彼らまでスカウトするとは、小暮さん。あなたはひどい人だ。ノエルこそ、お兄さんたちを怪盗として仕向けたじゃないか。どうしても、カイリ君たちを助けたかったから。私も、どうしてもコレクションをすべて集めたいんです。とにかく、助かってよかったよ。本当に、よかった。ん？待てよ。お前たち、まだ怪盗を続けるつもりか？お兄さんたちは元に戻ったんだろう？うん。だって、ルパンコレクション、まだ集めきってないもん。さっさとあいつのをいただいて。おまわりさんたちのも返してもらわないと。コレクションを持ったギャングラーは奴で最後でも。まだギャングラーは残っている。装備を渡すわけにはいかん。貴様ら。死ぬほど痛かったぞ。行くぜ。ルパンレッド。ルパンブルー。ルパンイエロー。怪盗戦隊ルパンレンジャー。おのれ怪盗。
予告する。あんたのお宝、いただくぜ。お疲れ様です。前田です。いや、完結しましたね。ルパンレンジャー VS パトレンジャー。最後の最後まで、全く予想と違ってですね、仰天展開でした。まずですね、ドグラニオ様を倒さないというまさかのパターンでしたね。最終回はだいたいラスボスもですね、巨大化して、倒すんですけど、まさか巨大化もしないし、ロボットも出てこないっていう最終回でしたね。ちょっと記憶にないぐらいの衝撃展開でしたね。そしてまさかこの子がこんな形で最後出てくるとはですね、結局こいつが全て持っていった感じですよね。ジャックポットストライカー。これ夏の映画で登場したメカなんですよ。グッドストライカーの、リデコリカラーアイテムなんですけど、まさかこいつの能力でですね、ドグラニオの精神を操って金庫を開けるというですね、パターンでしたね。そんな設定があったことも忘れてましたね。いやー、びっくり。1年間ルパパとずっと追っかけてきまして、全話ではないですけど、新しくメカが出てくる回とかを中心には、再現は全部作り終わりましたね。初めてですかね、この通年ちゃんと撮影し続けた戦隊というのは。去年のキューレンジャーは、最後の方でちょっとやるのをやめちゃってるんですよ。なんかこう、熱が冷めちゃって。ただパトレン、ルパレン、これはですね、物語の進行が非常に面白くて、ちょっとメカの数は例年よりちょっと寂しいかなという感じでしたけれども、最後までですね、ワクワクドキドキ、大どんでん返しなストーリーにですね、ハマってましたので、はい、ロボ戦以外の部分もかなり再現取りまして、ちょっと皆さんどう思っていただいているかわからないですけど、僕は個人的には満足してますね。竜ソージャーが始まってどうなるかわからないですけど、こういった感じの再現もまた作っていければなと思いますね。そう、変身前の配役をですね、どれにするかって結構毎回悩みどころでして、ルパレンパトレンはですね、これを使ってきました、ずっと。パトレンジャー側は、これはですね、カーレンジャーですね。で、ルパレン側はオーレンジャーの、メカをですね、ずーっと使ってきたんですけど、やっぱ人型のロボットっていうのがですね、合体してない形状でっていうのはなかなかないので、ちょっとこれからまたどうしていくかっていうのも課題ではあるんですけど、あとこの色ですよね、配色。次回の竜ソージャーは、赤、青、黄色はいなくて、緑、黒、ピンクですよね。恐竜ジャーと同じ色の配色なんですけど、その人たちをですね、どれで今度、変身前のシーンを撮る場合はやるかっていうのが、またちょっと考えなきゃいけないところですね。そしてですね、やっぱりロボット戦をメインに再現をしているので、敵役をいつも迷うところなんですけど、今回は最後で戦わない、ほとんど戦わないっていうことで、このライブボクサーを使いました。四角いっていうことで。ただですね、通年通して10王者の、ロボットにほとんど敵キャラをやってもらいましたね。この四角がですね、金庫っぽいっていうことで、視聴者の方からですね、そういったお話をいただいたので、なるほどなと思って、はい、ゴーシュがですね、巨大化する金庫が落ちてますよね、残骸が。そこのシーンから再現するのにですね、10王者のおもちゃは非常に都合が良くてですね、はい、多々登場してもらったのですが、この辺の敵キャラの、また配役もですね、別のミニプラ使って、竜ソージャーでやっていきたいですね。おそらくミニプラの販売するタイミングって、発売するタイミングってデラックス版より1ヶ月ぐらい後ですよね。デラックス版が多分3月の中旬ぐらいに竜ソージャーのおもちゃ出ると思うんですけど、そっから一月遅れぐらいに出るとすると4月まではミニプラが手に入らないので、1話目とか2話目とかはデラックス版で再現することになると思うんですね。その時はですね、やっぱり敵もデラックス版でやりますよね。サイズの問題もあるので、
その時のですね、配役もですね、また違う戦隊になるんですけど、どれでやろうかなっていうところは、持ってるおもちゃをこう、見ながらですね、吟味していきたいなっていう感じですね。はい。ということでですね、ルパパトの再現はおそらく今回で最後ですよね。最終回まで行きましたので、デラックス版のおもちゃを使って合体シーンを撮るかっていうのはちょっとまだわからないですけど、はい。とりあえずですね、最終回までついていけてよかったなというのが今の感想です。ほっとしてますね。結構ですね、セリフが多い再現なので、見てて飽きるかもしれませんけど、僕はですね、ちょっと作り出すと、キリのいいところまでっていう風にいつもやってですね、気づいたら1話丸々再現しちゃってるっていうことも、パトレンルパレンでは結構ありましたね。なのでですね、全部ですね、撮ったりっていうこともよくしてましたけど、はい。この辺のおもちゃをですね、なんとか使いながらですね、1年間、やってきましたので、ありがとうございました。またですね、2話目とか1話目の再現、僕の動画のどっかにあるので、また見返していただけたらありがたいですね。ということでですね、怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャーですね、無事撮影終了でございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。前田でした。ご意見、ご感想お待ちしてます。よろしくお願いします。前田でした。